はい、コメントの方なんですけども、はい。合気落としについて教えてほしいですということがありました。先生、これもまた、うちの会社ではあまり見ない。最近やる人は見かけなくなりましたね。はい。これもちょっと実演ということで。はい。一応ゆっくり両方やろうか。スーッと入って、よいしょ。失敗したな。ごめんね。よいしょ。ゆっくり。面かぶりました。で、これでリード。で、よいしょ。ですね。まあ、ちょこっと補足を入れれば、まず潰されちゃダメですよってあるんですよね。こう行くとここで潰されますよねって。ただ、呼吸投げとか三挙一挙そうですけど、潰せたら潰していいけど、潰せないようにこうなってますよね。で、もう何かの表紙で、ちょっと今、あまりいい例じゃないけど、今ここ潰せるよね。潰されましたっていう時にそのまま抜けてこっち来るよとかね。いう変化みたいな感じで、ちょこっとやった時期はあるけれど、なんかあった時に足元すくいますよっていう、それだけなので、それ以上の細かい説明つっても特にはないんだけども。だから普通に呼吸だけができれば、別にすくう必要はないからですね。足元を落とされた時ぐらいの話かな。潰すか一回潰していいよ。潰させるけん。ここでグッて潰された時にこれを取るよ。ごめん。これは潰された結果、それを導くか、その2つパターン。強いて言えば、ちょっとだけ流れを意識してるぐらい。ちょっと上からそれまで、肩押さえて、で、足踏ん張っとって。どっちでもいいよ。この状態で多分ね、頑張ってよ。押さえとけよ。これ、多分、無理なんだよね。なんで、こっち方向。ちょっとだけすくい取ってるっていうぐらいのところかな。工夫があるとしたら。でもね、この手のこの払い方は柔道やってる人なんかでも話にならんけど、至るところで救われてしまうだろうかな。受け身厳しくないですか？そう、だから最近あんまりやらなくなったんだよ。金田さん何やっても大丈夫やけん。昔私の相棒っていうか弟でしょ。もっとね、楽々とやってたけど。ちょっと見てますと、だいぶもうここまで下がってしまう。なんか自分の体勢がもう悪いのかな。そうですね。だから、崩された時の応用的な感じでしか、個人的にはやってないですけど。さっき、木下さんも言われてましたけど、受け身もちょっと、下手すると腰から落ちるとか、頭から落ちるがあるから危ないかもしれない。そうですね。はい。ということで、やるのであれば、安全にやっていただければな。はい。はい、コメントの方なんですけども、足の故障に限らずでもいいんですが、皆様が怪我でしばらく動けないときにどういう傾向をされたか、興味があり、参考させていただきたくということで、この方はちょっと足を骨折されたのかな。はい。で、片足しか使えない状態で何か稽古方法ありますかというご質問だったんですけども、意味塾も先生が今ちょっと足をそうですね。そうそう、お話、確かにですけど、ちょっと肉離れやってしまって。片足しか使えないってなるとまただいぶ制約あると思うんですが、何かありますかね。片足でできる稽古を探すしかないですけどね。昔はね、みんなね、風邪ひきましたって稽古で治せって。お腹壊しました。稽古で治せ。肩痛めました。稽古で治せで。みんな若かったからですね。あれ、治ったんじゃないですよね。先送りしただけですよね。最近は休まないとダメだなとなりましたけど。程度問題はあるけど、あと工夫というか、今もちょっとまだ後遺症で悩んでますけど、50型っていうか、私、腕、あれはまた別件で肩痛めた時か、腕が上がらなかった。でも稽古休むわけにいかないからって、どうしようかなと思ってた時に、自分がしゃがむと結果的に上がってるよねっていう。これ自分の中では大きかったですね。だから抑えられて、
向こうで言うんですけどね、例えば、こう抑えられた時に、これは、ちょっと当然、今も肩痛いんでできないんですけど、これはそうでもないんですよねっていう。で、まあ、その辺から、発想の転換だなって、もうこれも上げるけど、これも結果としての上がりだよねっていう。だからなんか、使えないところをどう、痛くなく使うっていうか、そういうのを探した結果、もうより体に優しいっていうか、負担が来ないみたいな、そういう発見につながるかもしれないんでですね。特定の動きがやると痛いっていうならそれじゃない動きをやってみるとか、本当に痛めてて全然動かしちゃダメだったら仕方がないから、他のところをやるしかないしですね。もうそれはいろいろ工夫してくださいとしか言いようがないんですけど、昔はね、そんな感じで何でも稽古で直せとか、痛めた時こそ稽古だとかですね、みんな無茶言ってましたですよね。今、令和の時代は言っちゃいけないんでしょうけどね。まずは休んでいただ現代的にはですね。はい。まず体直してから来てくださいっていうのが現代なんでしょうけどね。でも確かに全然怪我してなくても、はい例えば相手が動かないときはもう自分が動くとかっていうのはよくあるし、制約があってできないときでなんか違うことで工夫するっていうことを模索するっていうのはある意味怪我をしているときにできることなのかもしれないですよね。ということで、いろいろと、怪我が悪くならない方法で、すみません。やっていただければいいんじゃないかなと思います。